ズボ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 どうもセブンメイ侍でーす。ズボズボ頭ぶつけた。ズボ今日も何も知らされずに集められた6人ですが、今日は何をやるんでしょうかね。わかんない。なんだろう。前回はこのレアさんのねサプライズありがとうございました。見てますか。あったかい。本当によね。なんか平和な太古のね文面読んでて泣きそうになっちゃった。でしょ？でしょしか言わない。はい。送ってるぞ。今回は前回のね知ったかぶりを改めてこう今回やろうかと。あマジ？そうやりたかったやるそうということで早速ゲームの方にやっちゃいましょう。改めてルール説明の方、まず1人ずつ順に箱の中から紙を引きます。紙には難しい言葉が書かれています。あたかも知っていたかのように説明してもらいます。はい、最後にみんなで誰が一番知ったかぶりが上手だと思ったかを発表していくというゲームになっております。改めてみんなが引いていきますね。でで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 。藤原道長さん。長。よーいスタート。藤原道長さんはなんていうの、現代の人間ではなくてその歴史上の人物であることは分かりますよね。はい。で一応これは壇ノ浦の戦いの時に茶色の馬に乗ってこう弓とかで戦ってた時期なの。1507年から1518年ぐらい。すっげえ戦い。すごい。そんだけ生きてたってことですか？じゃあそんぐらい藤原道長さんが副司令官として戦ってた戦争です。これさ、藤原道長だよね。平安時代のさ、この世はっていう歌を歌ってる人だよ。ですよね。ほら。俺これが良かった、お題。でもこれ今のはこれ合ってたの？今の歴史の人物っていうのは正解だね、確かに。壇ノ浦は壇ノ浦は全然違う。こういうの戦う人じゃない人だって藤原道長の正解は藤原氏が最も栄えた時代を作った摂政。なるほど。知らなかった。歴史が一番苦手だったね。でもこの人は覚えてた。合ってたのは歴史上の人物だけですよ。もういいんですか？知らないってやっちゃって。もう知らない。永遠と知ったかするから。じゃあ次レアさん、行きましょうか。もう終わった。終わってない。分かった。袖ビームですね。袖ビームね。袖ビームっていうのはもう終わりましたよーい。この袖ビームっていうのはですね、僕が昔見ていたアニメ、前ちょっと出せないんですけど、その少年漫画系の漫画で主人公がラッキーで何も勝っちゃう主役、ラッキョウ食べて変身するんですけど、そうわかりますのヒーローの中の一人で、主役ではないんですけど、こいつはなんかファッションでおしゃれで相手を目をくらまして倒すみたいなキャラクターだったんですよ。そのヒーローの必殺技で、もともとはなんかハットを投げて戦ったりとかするんですけど、服を使ってはい。と一緒で最後は絶対この袖ビームで勝つっていう。必殺技の名前ってことか。はい。へってことです。以上です。しっくりはくる。何のヒーローか分かったでしょ。俺は分かったよ。分かる？ラッキョウで食べて変身するんですよ。袖ビームはなんだ？そうだ、それだ。ガードレールの端っこ、このクイーンってなってるとこキュッてなってるろ、そう曲がった部分。へーそうだ、それだ。知ってたの？知ってた。いやいや知ってた。本当に知ってた。あれを知ってるってだけで袖ビームは知らなかったし。写真を見たことない。写真を見たことあるってだけで袖ビームっていう単語は知らなかったでしょ。なんか俺あれかと思って今流行りのなんかこうみんながそういうので動画撮ってるなんかそういうやつかと思った。これが流行りのなんかこういう感じで、そう袖でなんかやるみたいな。そういやおもろいわ。じゃあ次コンピ。バラン。じゃあバランの説明。よーい。いやもうこのねバランっていうこの単語はもうシンプルですよ。シンプル。シンプル。なんですか？もうすぐ終わっちゃいますよこの説明は。
このバランっていうのは僕の弟の名前です。以上です。いやいやいや、だってコンピ下の名前何でしたっけ？いや、僕の名前は大輝ですよ。両親は日本の方。日本です。でも弟はキラキラネームなんだ。バラン。バラ最近流行ってる令和だねキラキラネームです。ちなみに漢字は漢字どうやって書くんですか？バラン。バランは破滅の葉には草冠に門って書いて、であと東です。そんな感あランのランオランダのラン。草あ冠。そうだ。すごい名前だねバラン。いや、じ。かっこいいでしょ。ドラケン出てきたよ。何やねん弟の名前何やねん。そんな想定してそこに入れてないでしょ。わからんわ。お弁当の隙間のやつじゃないんですよ。緑色の。正解。すげえ。ああ、なるほどね。山がよく食べてるやつでしょ。いや食ってねえよ食えねえよあれは。食べてるから。食べてねえよあれ粉落とし。はい、それではこの落としプレゼンどうぞ。粉落としっていうのはこれ麺です。麺の茹で時間の名前です。ステーキだとレア、ウェルダン、ミディアムあるじゃないですか。あれと一緒で粉落としっていうのは麺をなるべく茹で時間を少なくして非常に硬い状態で食べる。あ、粉を落とすのがメインです。肉でいう何に当たる？レア、ミディアム。超レアです。じゃあ正解見ようよじゃ正解見ましょう。あ。すごいじゃん。なんで知ってんの？なんで知ってんの？これ頼んだことあるお店でそう改めて、正確に言うと、粉落としっていうのは、主に九州北部のラーメン屋さんで麺の茹で加減を指す言葉ということで硬さとしては極めて硬い。粉落としでって言ったらもう本当に硬いのが出てくる。もうバリカットの上ですね。すごいね、バラさん。このゲーム最強だ。いや知ってたから。このゲームになんか面だ白くないって知ってたらそれは説知ってる明できるもん。説明見て説明してるだけ辞書おんねんおんねん。次太鼓。いきます。嘘つく時の顔してるように。何しようちょなんか教えてあげてよ誰が働き方を。猿だからしょうがない。エビデンス。じゃあエビデンス太鼓プレゼンお願いします。これマジで俺知ってたんだ。いい？これね、エビってあるじゃん。エビ。シーフード。ある時、日本に、外国人が来た。エビが大好きな外国人じゃん。日本人が外国人に、これエビですって言ったの。そしたらその外国人がエビだよ。それが広まって外国ではエビがエビだよっていう名前だった。本当はシュリンプじゃない。あれシュリンプって間違ってんの？間違って和製英語なんだ。そう、エビだよ。和製なるほど。漫画みたいな感じで海外に伝わった。寿司みたいな感じの流れでエビで。なるほどね。いやひどいよこれは。これひどいよ。っていうか、太鼓にしては頑張ったよ。だよね。でも嘘ついてる時のトーンだった声が。そう。トーンでわかる。証拠とか根拠とかすげえ。ビジネス用語。ビジネス用語なんだ。でもまあなんか普通に例えば推理小説とかにもなんかエビデンスとこう割と出てきたり。でなんか疑われたら言えばいいよね。エビデンスは。じゃあそうまあ。でもまあ松坂がさ、まこの事務所にいるエビデンスはない。シンくるね。勝手に来ただけかもしれない。むずっ。すごいかつき。だからってやっぱむずいでしょ。知らないやつを取りたいな俺はどっちかって。猫2世。はい、じゃあ猫2世のプレゼンどうぞ。これも歴史上の人物でルイ13世とかって聞いたことあります？あ、お酒ね。お酒っていうかそういう人物がいるんですよ今まで。あ、そうなんだ。歴史世界史とか勉強するとルイ13世っていう方がいるんですけど、この猫2世って方はちょうど同じぐらいの時期にイタリアの方で活躍された猫さんっていう猫っていう家系の2世の方。動物じゃないんですねそれ。動物の猫じゃないです。何をされた方なんですか？この方はその当時めちゃくちゃ内戦が起こっててそれを抑えた方で、国を統一した、結構それで称えられてる方ワンピースのキャラクターででははないないです。
おおすげえ。猫2世エジプト第26代王朝2代ファラオの名前。結構じゃあ惜しかった。惜しいやま一番ちょっとつまんない。でも知ったかぶるって点では結構いい的を置いてて。まとめてた。まあこの中でなんかその一番知ったかぶってたなっていうか、ちょっと騙されたなっていうグランプリとワーストを決めたいなと思ってて。まずワーストはもうこれでしょ。堂々と。面白さで言ったら一番だったよ本当に。確かに。じゃあ最下位は今野さん最で下位はコピー。よろしいですか？よはい。ろしいですか？よろしいです。じゃあ今日は特別に罰ゲームをご用意して。罰ゲーム。何なんですか内容は。ちょっとしょぼいっす。スモールライトじゃんそれ。何俺ちっちゃくなる？いいよ。発表して。どうぞ。ビクってきてる。ヒット打ってるよ。そうなんだよ。でもねこれ今までとはちょっと品なんないですね。ちょっと強めです。そうコピーと俺レアさん聞かないんですよ。電流が流れてってこと？ちょっとダメだ。確かに。いや分かる強い。じゃあこの二人はダメなんですよ電流とか。でもリンネ君ちょっと MC だから。待って怖っ。痛い？でもコッピー腕グーンってなるぐらい来てた。めっちゃ怖い。いきます。待って怖っ。いけ。なんで結果コンピじゃなくてリンネがすごいね。これやばいよね。10ね。やってみ。いややだやだ。やだよ。いやこれすごいよ本当に。やべえ面白くないやミスやれって。しょうがやだよ。じゃあごめんな俺がじゃあここまでいったらさ兄貴じゃあ兄貴ミスやってください。じゃあ罰ゲームじゃないじゃんか。兄貴ミスやってください。ちょっ罰じゃないじゃんか。とみんなもちゃんと山野さん見て学んで。ミスター俺らまだリアクション不足だから。リアクション芸人。おお兄貴先輩。3、2、 1兄貴ガチのリアクション。兄貴なんでこいつのさ罰ゲームそんなみんなでやるの？ 3、2、1。怖かった。一人で。じゃあ一応やんで。太鼓が銀のとこ持って。3、2、1。じゃあ押せよ。俺が押すの。3、2、1。今来た。ビビッと来た。もうちょい欲しい。もう一回。いいよ。3、2、1。検証企画になってるから。じゃあ待って。何をしてる？以上、セブンメン侍でした。いつもこういつもこうじゃあじゃあそっちそう二人で。ずっとできるわけでしょ。これで押して。行かれてんよ。これだけで。来る。